アンニョン、パックンです。最後の3番目の動画、ソウさんについて聞いてみたいと思います。ソウさんは軽く紹介すると、韓国人の方で、一回ワーホリで日本に来て、韓国に戻って、また日本で生活されている方となっております。今回はですね、日本で生活してみて、日本の全体に対する印象、日本っていう国どう思ってるのか、本音ベースでぶっちゃけ聞いていきたいと思います。質問5つあるんですけれども、まず1つ目はですね、日本に来る前に考えてた日本という国のイメージ、実際来てみて日本という国のイメージどう思ってますか？全然違うっていうことを言いたいですね。自分が思った日本は幻があって、緊張してて、どう生活すればいいのかなっていう心配が多かったんですけど、実際来てみたら変わらない。人々も優しくて、それが一番びっくりしたんですけれども、ワーホリした時にあるエピソードが1個あるんですけど、飲食店でバイト1年間やってたんですけど、その時にお客さん1人がいて、50代のおじさんだったんですけれども、めっちゃ緊張してメニューもまだ覚えてない時だったんですけど、その時そのおじいさんがゆっくりでいいよ、大丈夫。私たちは君たちのこのお店の料理とか君たちのサービスをもらう立場だから、そんなに緊張しなくても大丈夫っていう、そう言ってくれたおじさんを思い出して家帰って泣いた記憶があります。日本人は人それぞれだと思うんですけれども、言ってくれたおじさんは私はお客さんだけどお金を出して君たちのサービス、接客、それと食べ物をもらうんだ。それ考え方が違うんだなと初めて経験した記憶があります。その時ワーホリ3ヶ月差だったんですけど、恥ずかしいんですけど泣いた記憶があります。ありがたいですね。それでまた会いたいっていう気持ちもたくさん持ってます。逆バージョンもあるのかなと気になったりしました。怖いとか不親切。韓国のポーチャで働いた時だったんですけど、ホストのお客さんがいらっしゃってくれる焼肉を売ってるお店だったんですけど、サムギョプサルを焼いてくれるんじゃないですか。こう焼いてくれたら、女のお客さんと男のホストのお客さんがいたんですけど、一口食べて、朝鮮人のサムギョプサルは美味しいなっていう、それを聞いて、それがちょっと悲しかったっていうエピソードがあります。どの国にも、そういった方の割合は一定数いらっしゃるかなというふうに思います。追加で、優しいイメージだったっていうエピソードもう一個のが、愛媛で運転すると韓国と道路が逆じゃないですか。反対側を運転してた記憶があって、韓国人だったらクラクションとかするじゃないですか。でも、その時逆にこう遭遇して、めっちゃ緊張して、怖かったんですけど、前のドライバー屋さんは、ゆっくりでいいから、ゆっくりこう行ってくださいっていう、ある女性の方だったんですけど、その時本当にありがたくて、車降りて挨拶した記憶があります。本当にありがとうございます、ありがとうございます。まだ日本の道路が慣れてなくて、まだ運転練習中なんですけれども、理解してくれてありがとうございますっていう挨拶した記憶があります。どの国にも、いい人と合わない人がいて、そうですね。会う人同士で繋がればいいんじゃないかなと僕は思います。で、次二つ目の質問なんですが、日本で生きていて、どういった点で満足するのか、不満足するのか、まず不満足のところで。飲食の違いがやっぱり、韓国人は韓国料理好きじゃないですか。でも、日本の食べ物って油っぽいし、しょっぱいし、最初は食べ物が飲食が合わなくて不満足だったんですけど、今は一番がラーメンとそば、麺の種類が大好きで、今は全然満足しています。人によって合う合わないやつも。そうですね。それと、趣味生活ができないっていうところですね。韓国でいるときは野球を結構好きで、見ることも好きだし、やることも好きで、みんなとやってたんですけど、日本来たら周りに野球できる友達もいないし、趣味生活が今なくなったのが満足。ていうか、このチャンネル見てる方わかると思うんですけど、僕草野球大好きで、もうしょっちゅう草野球やってるんですけど、草野球興味あれば、後で伝えてみます。はい。逆に満足した点はどういった点？周りに大切な友達がたくさんできて、遊んだり飲みに行ったりできたっていうことが一番満足で、二つ目はオアラベルがあって、韓国でいる時はオアラベなくて働きすぎて苦労した記憶があったんですけれども、日本に来ては自由になったっていう気持ちが強くあって、残業させない雰囲気がいろんな会社からあった。そうですね。残業ももちろんあるんですけれども、自由に有給とか使いしやすいっていう気持ちがあるんです。韓国は有給を使うとき、上司に許可されるとき、難しくて使えない雰囲気が強かったんで、でも日本に来てからは、ここまで有給使いますって言ったら、いいよっていう感じになって、
それが一番良かったっていう。で韓国と日本、社会雰囲気全般的に違うんだなと思ってます。はい。もちろんこれも会社によって違ってる。あ、そうですね。会社によって違うので、はい。そうさんが感じたところではそういった。そうですね。3番目。日本生活で驚いた文化とか驚いた習慣っていうのがありますか？さっき出た紅茶で働いた時におじさんが言ってくれた接客の文化、それと人々の優しさ、それが韓国と一番違うんだなと思って、それで僕も相手が親切にしてくれると自分ももっと親切に答えたいっていう気持ちがあるので、日本に住みながら性格も変わったんです。この優しさっていうのが人によって全然受け取り方が違うらしい。そうですね。はい。一部の人は優しくしようとするから、なんか壁を感じるみたいな人もいるらしい。そうですね。東京の人は南の大阪の人よりは建前があって壁があるっていう感じがしたんですけど、会話しながら、例えばお酒飲みながらいろんな深い話をしながら、ちょっとずつ知ってる楽しさがあってて、だから僕は魅力をその時感じて、で、その人何が好きなのか、趣味は何なのか、質問しないとあんまり答えてしてくれない。でも僕は知っている楽しさがありまして、一人で感じてて、でスナップとか行っていろんな人と話してみたら、例えば静かな人がいて内向的な人なんだって思ってみたら、後でカラオケ行ったんですけど、もう盛り上がって一人で、そういう面もあるんだっていう、そういう楽しさがあって、面白いなって思いました。僕そういった考え方思ったことなくて、めちゃくちゃ勉強になりました。すごい。4番目の質問が、日本に出会った人々にどういった影響をされたのか、優しさ以外の部分であったりしますか？自分を隠す、僕は何でも言っちゃうタイプなんですけれども、隠すときはちゃんと隠せるっていうことを日本人に学びました。例えば、ビジネスするとき自分を隠すっていうことをよく言われたんですけど、それが何なのかっていうと、僕はこれは好き、これが好き、次はこのビジネスをやる。全部言っちゃうタイプなんですよ、僕は。でもそれ言っちゃダメっていう。自分のプライバシーは守りながら言った方がいいよっていうことを日本人に学びました。プライバシーはなんで隠した方がいい？自分をあんまり出せない方がビジネスとかなんかいろんな関係としてもいいっていう人間としても関係ももっと長くいけることがあるっていうことを日本人に学びました。先輩に。確かに韓国の方ですと、傾向的に全部喋って、いかに自分のことをいかに深く仲良くできるか考えたり、で、それがそうなってしまうと、もし関係が仲悪くなってしまうと、それが自分にとって弱点になっちゃうかもしれないので、それ言っちゃダメだったのかなって後悔する時もあったし、その以来には話す時気をつけて話す方法を学びました。質問を持ってきたものとしては以上なんですが、ソウさんに一つ面白いエピソードがまたあって、詐欺にやられたというで終わりにしたいと思うんです。バーとかやりたいっていう前の動画で言ってたんですけど、友達が一緒にやろうっていう連絡が来て、お店まで探しに行って、自分のお店を開くんだっていう気持ちで行ったんですけど、インテリをする韓国人に預かったんですけど、お金を出して、で、その人が連絡ができなくて、もう逃げて、で、その時詐欺をやられて悲しい思い出があって、でも自分にとっては人生経験というか勉強になったっていう前向きで考えようっていうみたいな感じで今は。じゃあバーは一回やろうとしたけど、その時にもダメになっちゃって。だから準備する時はもっと調べてからやろうっていう気持ちが強くなってて、今はゆっくり準備しています。ありがとうございます。ありがとうございます。というところで、3部作は終わりにしようと思います。今まで話聞いていて、日本でまた夢を追って走っているこのソウさんの姿に感動したと言いますか、勉強になりましたっていうところ。このソウさんのSNS は概要欄に貼っときますので、ぜひ見てみてください。はい、以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。